こんにちは、金子でございます。ということで、今日なんですけども、10月のおすすめのお魚を買いに来ました。いや、もうだいぶね、肌寒くなって、愛知県、朝方だと、半袖だとちょっと寒いぐらいの気温になりました。海水の温度もだいぶ変わって、お魚が美味しくなってきた10月、私が選ぶ魚、もうね、決まっておりますんで、買いに行きましょう。おー、早速ありましたね。サワラですね。ただちょっとこれはね、ベストじゃないのでちょっと他探しましょう。うわ、でっけえヒラメ。あれ見て、やばいね。これ4キロぐらいある。5キロぐらいあるか。5キロあるか。でかすぎるな。うわ、これ食えもいいな。うわ、ハモもいい。ものすごい脂あるな。ほんでこの魚もうまいんですよ。こいつカマスね。これ赤カマスですね。これもこの秋ものすごく美味しくなる魚の一つ。しかも安価で美味しい。もう塩焼きだったらもうこの魚めっちゃ美味しいです。これ、彼らサワラ注文入っちゃってますもんね。いやいや、もう注文全部取って。全部取っちゃった。これ投資のトロザワラだよ。投資のタグ付きしかない。いいじゃん。そう、10月のおすすめはサワラです。これを絶対に食べなあかんのですよ、10月は。これください。いいよ。というわけで10月のおすすめサワラでございました。スタジオに行きましょう。ただいまということで帰ってまいりました。というわけで本日の食材がこちら、じゃん、サワラっていうことでね、もう10月はもうこれです。この魚です。しかも今年サワラ良さそうです。やっぱイワシがたくさん取れてるから物がいいのかな。すごくサワラいいって聞きますね。で、本日はこちら、三重県は答志島っていう牡蠣とかが有名な島があるんですよ。僕もその周りでよく釣りしに行ったりするんですけど、答志島のこの周りで取れたサワラ、答志島の周りってものすごく豊かな漁場なんですよ。そこで一本釣りで釣られたサワラ。サワラは市場で並ぶものは結構刺し網が多かったりするんですよ。刺し網っていうのはですね、こう海の中に網のカーテンをジャンと引いて、でこう魚が通ってきたらその網のカーテンに魚がこう引っかかってで取るっていう漁法なんですよ。で、刺し網のサワラは大体こういうところにね、網の跡がねこうつくんですよ。で、刺し網もまあ別にいいんですけど、結構ね良し悪しがあったりします。ただこの一本釣りは釣ってるんで、そもそも物がいいと。もう一本釣りのいいところって魚の身にダメージがないんですよね。だけど一匹一匹こう手で釣ってるんで手返しが悪いんですよ。だからものすごく高価です。本当にこだわった漁師さんが取ってるっていうサワラですね。一本釣りの魚は間違いないですよ。キンキとか、あとタチウオとか、あとサワラとかね、もうこういったものの一本釣りはもう全然ピカピカさが違う。もう見ればわかります。マグロもそうですよ。で、今日はこちらのサワラを使って、サワラ何しても美味しいんですけど、僕刺身で食べたいです。カルパッチョとか幽庵焼きとか西京焼きとかいろんなものを作ってもいいんですけど、今の時期だからこそサワラの刺身を食べてほしいんですよ。毎年毎年僕サワラの動画上がります。もうこれはね、もう業務連絡です。もう皆さんに対してのサワラ食べてくださいっていう、もう夏にセミが鳴くぐらいの話です。そういったレベルの動画だと思ってください。今この動画はもう本当にサワラ愛が伝わればなと思います。もう今日もサクッといきます、よし、そしたら刺身作っていきましょう。今日は炙りと皮引き2パターン作っていきましょう。はい、ではさばいていきます。うわ、さすがにピンピンっすねこれ。この鮮度見てください。こう片手で持ってもこうピーンと立ってますよね。これ最高の鮮度感です。タグゲットで、サワラは結構傷みが早いので本当に鮮度のいいものしかお刺身では食べられません。そして今の時期のサワラ全部が全部最高のサワラっていうわけではなくて、やっぱり脂のりの少ない海域で取れるサワラもあります。ただ僕らの方の地域はものすごく今の時期美味しいんですよ。これも黒いぐらい僕言ってますけど、サワラって魚辺に春って書いてサワラって言うんですけど、春より秋から冬にかけてが僕は美味しいなと思います。脂が乗ってくる時期だなと思いますね。春になると卵とか白子がすごく大きくなってきちゃうんで、身が水っぽくなってちょっと脂が抜けてくるんですよね。脂の乗ったサワラが食べたい場合はもう秋冬ここで行ってください。で、サワラってお弁当とかに焼き物で入ってるイメージあるんですけど、本当に鮮度のいいサワラこそお刺身で食べてほしいんですよ。もう何とも言えないこの脂の甘みとこの香り、すげえ美味しいんです。一本買いは難しいかもしれないんですけど、ちょっといいデパートとかちょっとこだわったお魚屋さん行ったら、もしかしたらサワラの柵お刺身とか売ってるかもしれません。僕の店舗もうすぐオープンですけど、サワラの短冊はね、入荷がある時は必ず置いとこうと思ってるぐらいやっぱり美味しい刺しネタでございますね。で、この前やったカマスサワラとはもう全く別ですね。やっぱこっちの方が美味しい。ちなみにこれ1本今日1万2000円ぐらいでした。
釣り物でこの値段はね、なかなかない。炙りにする場合は包丁でね、軽く撫でてください。鱗がそんなにたくさんあるっていう魚じゃないんですけど、表面のこのぬめりですね、ぬめりとなんか細かい、本当に細かいこの鱗みたいなギンギン、これを多少取っていきます。でサワラは皮目に特有の香りがあります。炙るとそれが軽減するんですけど、やっぱりちょっと香りがあるんで、僕は正直炙りのサワラより皮引いたサワラの方が好き。炙りもうまいんですけどね。そしたらまず頭を落としていきます。すごい油だろうな。うわー、もうすでに見えてますね。内臓脂肪が見えておりますよ。ほら、はい、こちら、内臓脂肪というか脂肪肝ですね。肝臓です。この内臓脂肪です。内臓脂肪ですら愛おしい。そしたら血合いをカキカキします。はい、血合いがきれいに取れました。そしたらサワラは身が柔らかいお魚ですので、できるだけ包丁の立ち数は少なくおろしていきたいところです。ではおろしていきます。今回じゃあ背からいきますね。まずは背中から。うわ、もうすごい、張りがすごい。これもうなんだろう、今朝まで泳いでましたみたいな、そんな鮮度ですね。はい、そしたら反転させて縦に1本入れて、でこう入れるとこういった青物系はさばきやすいですね。尻尾に入れてズババババババッと、はい、こんな感じで肩身が抜けました。これですよ、今の時期のサワラはこのバターのような脂のり、これがたまりませんね。鮮度も抜群ですね。そしたら次はこっち側もおろしていきます。今日は3枚おろしにしますね。ただこの2枚おろしにして骨がついた状態で切り身にして、切り身は煮付けとか焼き物にしてもいいと思います。なぜならこの骨がついてた方が魚の焼き物はうまいと思います。骨からもこの甘い出汁が出るんですよ。だから煮付けとかする際は骨付きの方が絶対美味しいです。これはサワラに限らず魚全般なんですけどね、特にこのサバとかね、僕サバの煮付けを選ぶとき、惣菜コーナーとかで絶対に骨付きを選びます。骨があると少し食べにくいかもしれないんですけど、美味しさがね違うんですよね。はい、そしたらこっち側は、ここはね1本ガイドライン入れたら骨を上にしておろします。そっちの方がね失敗が少ない。これ意外と難しいんですよ、サワラの下身をおろすのって。はい、ここまで包丁が入ったら、あとは先ほどと一緒、尻尾に包丁を入れて、ここの腹骨がありますので腹骨を断ち切る。はい、これでサワラの3枚おろしの完成ですね。はい、では腹骨をすいていきます。腹骨はまず逆包丁でここに1本入れる。そしたらここがガクンと落ちてて、で腹膜になってます。でここにしか骨入ってませんので、こう斜めに入れたらここですね。でここに骨入ってるけどこっち入ってません。なんでもうここでもうバスッと切っちゃっても大丈夫です。こんな感じでこう一発でいこうとすると失敗する確率高くなるんですよ。上手い人はもうここで1本入れて、ここですぐさま角度変えてペラッペラのこの腹膜を取ることができるんですけど、なかなかね難しいので、ここで1回骨を取ってで半分に割ります。これでもお刺身にする場合のあれですよ。でまずお節取りました。でサワラは本当によく切れる包丁でさばいてほしい。何回も包丁入れるとすぐ身が割れちゃいます。いくら鮮度が良くても。さばく難易度はかなり高い魚ですね。でこちら血合い骨を外していきます。はい、こうなりました。でこうだったら初めて腹膜を取ります。こうした方が腹膜が取りやすいんですよ。はい、こういう風ですね。はい、綺麗に薄く取れました。こっち側もやることは一緒ですね。ここ腹骨がありますので腹骨に1本入れて、はい、斜めに1本入りました。そしたら腹骨を取っちゃう。そしたら割っていく。お節、そして目節、そしたら腹膜を外すと、スーッと。はい、こんな感じ。はい、おろし終わりました。でサワラのいいところってお節も目節も脂が割と均等に乗ってるんですよ。他の魚であんまなくて、こういうタイプはだからもう全身トロみたいな、そんなお魚です。もっと言うとこの尻尾のところまで均等に近いぐらい脂が乗るんですよね。だいたい普通の魚ってこのお腹の真ん中のところ、ここはすごい脂があって尻尾は筋っぽくて脂が少ないよっていうお魚が多いんですけど、サワラはねもうまんべんなく乗るんですよ。すごくいい魚、食材として扱いやすい。それでは皮引いていきましょう。今日はお腹の方を炙りでいきましょう。めちゃくちゃ美味しいところここですね。尻尾もすごい脂ですね。この個体特にいいですね。お節は皮引いていきましょう。ちょっと気持ち
浮かし目でこんな感じで下ろしていくと失敗はない。ここら辺からね、なんかね、ちょっとね、皮の角度が変わるんですよね。同じ角度でやると、こう真ん中にね、少し皮が残っちゃうんですよ。これね、分かる人おるかなはい、こんな感じ。バッチリですね。ちょっとこうやって皮に身というか筋を残す感じ。で、この皮が煮付けにした時にめっちゃうまいんですよ。ここ絶対捨てないでほしくて、サワラのアラってすっごいうまいんですよ。ぜひアラ炊きで食べていただきたい。で、サワラ。ここちょっと血合いがついてますんで、好みですけど、僕はちょっと取ります。斜めに入れて、これも煮付けです。綺麗な短冊になりました。で、そしたら炙っていきます。で、炙るときは塩を打って炙っていくんですけど、このまま炙ってもいいんですけど、ちょっとサワラの皮っていうのは硬いです。結構弾力あります。で、叩きで焼ききれない場合は、ちょっと口にね、残る場合があるんですよ。なので、飾り包丁入れてもいいと思います。で、飾り包丁入れるときは、必ず焼く前に入れてほしいです。焼いてから飾り包丁入れると皮がずるんとめくれちゃうし、見た目が汚いんですよ。なので飾り包丁は必ずこの段階で入れていきます。こういう風に切っていきますので、こっち横に線を入れていきます。で、結構ね、皮硬いんですよ。なのでよーく切れる包丁で、飾り包丁は均等に包丁を入れてあげると切った時美しいですね。1センチ幅ぐらいで皮1枚切っていくイメージですね。はい、こんな感じ。切れ込み入りました。そしたらここにお塩ですね。塩を振って、そしたら僕は皮面だけ炙ります。で、炙る前にこれジップロックに氷水を作っておきます。よーく冷たくしておきます。これちょっと置いとくと若干水が出てきますので、一度水を拭き取る。で、ちょっと塩を打ち直して、で、炙っていきます。で、この時に焦がしすぎない。はい、OK。そしたらすぐに氷水で冷やす。氷水の中にボチョンと入れてもいいんですけど、それだとちょっと水っぽくなっちゃうような気がして、僕は叩きはこうやって冷やすようにしてます。でもね、叩きって一番美味しいのって僕焼きたてだと思ってて、もう焼きました、はい、終わります。でもすぐ切って食べる。この下の身は冷たくて上はちょっとあったかい、そんな叩きが僕は一番美味しいと思ってます。本来はね、カツオのたたきとかもうまさしくそれで、もう一番最高なのはもうバーベキューですよ。今のシーズンね、もう戻りガツオとかもうすぐ出てくるんですけど、バーベキューで藁持ってってカツオのたたきやってください。もうめちゃくちゃうまいですから。で、焼きたてをすぐ食べるんです。最高ですよ。でもなんか今年は黒潮の蛇行の関係でサンマはよけ取るけどカツオは少ないかもみたいなニュース流れてましたね。今から戻りガツオが美味しい時期なんですけどね。皆さんはどうですか？カツオかサンマって言ったらどっちを取りますか？僕はどっちっていう風には言えんな。今日のお皿こういう感じでいきます。ちょっと渋めなお皿で。そしたら今日は丸盛りで作っていきます。つまを置きます。こうで置いていきますね。カツオとかサワラはこの丸皿にぎっちり盛られてる様が僕は好き。まずは大葉ちゃんを1枚、そしてキンキンに冷やしておいたサワラのお節、まるでバターのようですね。では切っていきます。で、切るときに角を意識する。まっすぐ落としてこうやって切っていくのもいいし、ちょっと包丁をこう外側に向けてこう切っていくとより角立ちが良くなります。ちょっと外側に向けて切る、置く、切る、置く。そうすると角立ちがピンとなります。まっすぐでも立つんですけどね、より立たせようと思うとこう切っていく。ちょっとね、この切り方だと練るので刺身が多く見えますね。こんな感じで切ったら角を潰さないように包丁ですくい上げる。スッと。で、この状態で持ってってここに置くと。で、この状態だとまっすぐピッと整列してます。このままこう持ってってもいいんですけど、これをあえて湾曲、ちょっと曲げる、グッとしてあげる。次はここにちょっとずらしてつまを置く。それでは次は叩きですね。叩きはまっすぐ落としていきましょう。こんな感じですね。ここが隙間になっているので、その隙間を大葉で隠すイメージですね。そしたらすくい上げて置いていくと。で、これも湾曲させて寄せていく。この寄せるのが大事。そしたら次3段目ですね。ここに置きます。で、大葉を置いて、すくって置くと。そして湾曲。はい、こんな感じ。そしたらここに色を入れていきます。まずは赤タデ。そして秋っぽくね、すだちも添えて。まあ秋以外にもいつも入れてますけどね。
僕はすだちが大好きです。ほじそなんかあったら最高。ここら辺に添えちゃって、こういうところに綺麗に洗ったタグも仕込ませれば、はい、これで今が旬、サワラのお刺身の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、じゃあ食べていこう。こちらが僕の大好きなお刺身、サワラのお刺身でございます。鮮度がいい魚はやっぱり角立ちがいいですね。身もくすんでなくてとってもうまそうです。取れたてっていう感じの鮮度ですね。ではまず炙りじゃないノーマルの方行きましょうか。ノーマルのお節、この油の乗りですよ。こってこて。こちらを煮切り醤油につけていただきます。うまい。いや、これだよな。マグロともブリともまた違うこのサワラ特有のこの香り、そして甘み、全く生臭みがない、本当にバターのようなそんな脂を持ってますね。うわ、うまっ。もう口の中でとろけますね。キングオブ青魚ですね。では次、たたきいきましょうか。たたきは梅肉をちょこっと乗せて、でポン酢でいただきます。まー。しっかりと処理をした一手間二手間かけて丁寧に作ったサワラの炙りはうまい。ちゃんとこれああやって真水でしっかり洗ってぬめりも取って、でちゃんと塩を打って、で塩の水気拭いて綺麗に炙ったから美味しいんですけど、あれ何も考えずにこうバーって炙っただけじゃやっぱり生臭みが残ってしまうんですよね。これたたきってね、結構そこ難しくて、サワラは特に難しい魚だなと思います。綺麗に炙ったら本当にうまい。最高です。はい、ということで今日はこちらのサワラのお刺身ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀のみやつ。では今日はノーカット7対3でいきますね。ちょうどドライのこの DRY のこの下のところに泡を持っていくと、神業見せます。はい、どう？ちょっと惜しい。本当に狙いに行ったのにボケとか抜きで恥ずかしい。8対3ですね。8対2ですね。8対2です。すいません。いただきます。うわー、やっぱり俺この刺身好きだな。ビールにも合うしご飯にも合うからね。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は今が旬のサワラを使って僕の大好きなサワラのお刺身作って食べてみましたけども、うますぎる。あれは本当に今の時期サワラいいのでぜひ食べてみてほしい。で鮮度のいいものをお刺身で食べてみてほしいですね。でもね、サワラは足が速い魚なのでお刺身で食べる場合は本当に鮮度がいいものじゃないと美味しくありません。身がね柔らかくなってきちゃうんですよ。柔らかくなってきてこうやっぱ臭みも出てきちゃうんで、新鮮なサワラはぜひお刺身で。はい、というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。